皆さんこんばんは。人間パワースポット、アキラのスピリチュアルトークの時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、神様からの強制的なゴーサイン5選ということでお話ししていきたいと思います。僕は普段はですね、守護霊さんと僕たちがついているんですが、その方たちのメッセージをまず伝えるという守護霊リーディングをやったりですね、あとは7ヶ月の霊性開花講座というのをやっています。ヒーラーであったり、これからライトワーカーになりたい人、そんな人にですね、ぜひ受けていただきたい講座などをやっているわけです。このチャンネルではですね、スピリチュアルをもっと理解して自分の直感力を高めて人生にミラクルを引き寄せる、そんなコツがわかるようになってますので、興味ある方はチャンネル登録をしていただき、最後まで見ていただきたいなと思います。さあ、神様ってね、いろいろなサインを僕たちに常に送ってきてくれたりしているんです。で、例えばですね、よくあるのが神社に行った時にお参りしようと思ってですね、本殿の前に立ったりすると、太鼓の音がドン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 ってなったりすることありますよね。または神社に入った瞬間に音が聞こえるとか、そういう時っていうのは神様が今日はよう来たなみたいな感じで、歓迎してくれていたりするっていうことなんですね。またはその時の、お参りがですね、すごくいいものですよっていうふうに教えてくれてたりするわけなんですね。で、こういうのと別にですね、神様が実はもうやらんかいなっていう感じでですね、背中をどんどん押してくれるようなサインもあるわけなんですね。それはもうこういう行動を移せない。ね、自分にやらんといけないんだけども、なんかちょっとまだ勇気がないなとか自分に自信がないなとか思ったりですね、どうしようって悩んで前に進めない時ってあるじゃないですか。そんな時に神様がですね、もう早いけゴーゴーって感じで、送ってくるサインがあるわけなんですね。はい。ということでですね、今日は神様からの強制的なゴーサインということで5つご紹介していきたいなと思います。まず1つ目。1つ目は、5のゾロ目ですね。ゾロ目というのはですね、すごくいろんな宇宙とかからメッセージが送られてくるわけなんですけども、ね、この数字によって意味が違ったりするわけです。ね、みんな時計をですね、なんでか知らないけど朝の11時11分よく見るんですっていう時ってあると思うんです。で、こういう時っていうのはメッセージだけではなくって、自分のエネルギーがガーッと上がってたりですね、いい状態になってたりしても見えやすいんですが、この数字の中でもですね、それぞれの数字に意味があったりするんですが、5のゾロ目を見たときですね、この時は本当にゴーサインなわけです。だから前に行けっていう風に神様が言っていたりするわけなんですね。はい。ですからこの何かをやろうとしてる、またはどうしようかなって悩んでる時にですね、5のゾロ目を見たりするときは、これは神様が行けって言ってる風に思っていただいていいのかなと思います。そして2つ目ですね。勝手に物事がどんどん進んでいくっていう時です。自分からですね、頑張って腰を足をとか言ってすごく動くのではなくて、知らない間にですね、誰か協力者が出てきてくれて、その人がうわーっと進めてくれたりとか、流れがですね、なんか知らないけど、すごくいろんなとこから助け舟が出たり、急に物事が進み始める時ってありますよね。そういう時っていうのは、良い流れがすごく来ていて、はい、もうこれに乗っていきなさいよっていうことを神様が見せてくれていたりするわけなんですね。はい、ですからこういうふうになんか知らないけど勝手に流れができて進んでいってるっていう時は、その流れに乗っていきましょうということですね。はい、そして3つ目。3つ目は、臨時収入がある時です。これはどういう時かっていうと、何かをしたい。ね。でもそのためにはですね、お金が必要だなとか、例えばちょっと習い事をしたいんだけども、それがちょっと高額でですね、例えば30万必要だとします。今ちょっと30万出すの難しいなと思ってたりするときにですね、なんか知らないけど、いろんなことがあって、ポーンと30万円が入ってくるってあると思うんですよね。これってかなり神様とかがですね、はい、これでやりや、行きや、もう迷う必要ないでっていうようなことを見せてくれていたりするわけなんですね。だからそういうね、時に30万、これなんか、ちょうど30万じゃんとかと思ったけど、いや、でもこの30万ちょっと生活費のために置いとこうかなとか、思わずにですね、やっぱそういう時っていうのはもう、迷わず、やりた
買ったことに使うということが必要だということですね。それが神様の、宇宙の計らいであり、その前に進めなさいということなので、そういうふうに、思い切って使った方がいいということですね。4つ目。4つ目はですね、断ってもどんどんやってくる。これもありませんか？自分ではちょっと自信がなかったり、またはちょっと時期じゃないかなと思ったりしてですね、一回断る。でもなぜか知らないけど、違うところから、またオファーが来たりですね、話が来たりして、これはやらないといけないんじゃないかっていうふうに思う時ってあるじゃないですか。例えば、メディアに出てですね、仕事を宣伝したり、もっと広げようと思ってたりする時があると思います。でも、そうするときにメディアから来たんだけども、ちょっとなんか違うな、やり方が。なんかちょっと自分の思ってるのは違うから、一回これ断っとこうかなって言って断るとするじゃないですか。でも、またすぐにですね、全然違うテレビからですね、オファーが来たりとか、また他のメディアですね、雑誌とかに出ませんかっていうようなことが来たりします。そしてこういう時っていうのは結構一個だけじゃなくて二つぐらい重なってですね、全然違うメディアから来たりするっていうこともあるわけなんですね。こういう時っていうのはかなり神様がですね、もうこっち行きや、はい、これを流れができるように作ってるからねっていう風に見せてくれてたりするわけなんですね。はい、ですからこういう風にですね、断っても、どんどんやってくる。ね。というものは、これいいなと思うものは、どんどん、やっていった方がいいということですね。はい。そして5つ目。5つ目はですね、鳥の羽を見つけるってことです。よくたまに最近なんか鳥が減ってきたりしてるからさ、鳥の羽を見ることって減ってますけども、この鳥の羽を見るときっていうのは、やっぱり今がいい時期ですよとか、神様が何かに気づいてほしいとか、ラッキーって思ったりするような時だったりするわけなんですね。だから、この羽を見つけたりする時っていうのは、なんか今いい時なんだなとか、神様がゴーサインで行きなさいよっていうふうに言ってくれてると思うといいと思うんですね。特に、この羽がですね、たまにあるんだけども、上からなんか知るけど、落ちてきたっていうようなこともありますし、またはですね、いや、絶対ここに羽があるのおかしいよねって思うようなところに羽が落ちてたりすることってありますよね。そういうのも神様がですね、ほら、これ、あなたに送るねっていうような感じで送ってくれてたりするということなんですね。だからそういう時っていうのは、自分が何かやりたいなと思ってるとか、こっちに進みたいんだけどどうしようかなって悩んでることとかがあったら、もう迷わず、ちょっと行ってみましょうという感じで、行動を起こしていくということをするといいということですね。そうするとまた他の今日お話ししたようなですね、5つの、ことが起こったりとかして、これはもう神様がゴーサイン出してくれてるから、こっちでいいんだなっていうのを確信していけるということなんですね。はい。ですから今日お話ししたですね、1つ目、5のゾロ目を見たとき、2つ目、勝手に物事がなんでか知らないけども、どんどん進んでいく。3つ目、臨時収入が欲しいだけやってくる。ね、必要なだけやってくる。そして4つ目、断っても、なんか知らないけど他からどんどんやってきて、これは行かないといけないんだなと思う。そして5つ目は、鳥の羽を見つけるということです。こういう、神様からのゴーサインが、強制的なゴーサインが来てるときはですね、ぜひ、迷わずに行動を起こして前に進んでいただきたいと思います。この番組でこのようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そしてこちら、じゃーん！今日ですね、お話ししたような直感力、サインを受け取る力ですね。そんなものを強くしたいなと思う方、ぜひ、アキラのマンツーマン1対1でですね、ズームでやるんですが、7ヶ月の冷静開花講座というのがございます。はい、今、すごく、皆さん、たくさんの人にね、受けていただいて、すごく好評なので、皆さんにもぜひ、特にヒーラーであったりですね、もう、チャネリングもやってますとかっていうような方にもおすすめですので、ぜひ自分のブラッシュアップのためにも、受けていただきたいなと思います。詳しくは概要欄をご覧ください。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ
だから。それでは、またお会いしましょう。さよなら。